皆さんこんにちは。日本語講師のゆりです。この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは、日本語の意味や文化だけでなく、なぜ日本人はそう考えるのかについて、背景にある考え方も一緒にお話ししていく、そんなポッドキャストでございます。前回はこちら、仕事の辞め方という、本から老害っていう言葉の意味についてお話をしてきました。スラングですね。今日は日本の社会ではどうして老害と呼ばれてしまう人が生まれるのか、まずはその考え方の枠組みを話していきたいと思っています。皆さんの国にも上の世代が変化を嫌うっていうことはあると思うんですね。ただ、この本の面白いところっていうのは、ちょっと違う視点っていうのがあったんですよ。この本の著者、鈴木おさむさんっていうのは、この本の表紙のここにご本人がいらっしゃるんですが、実は老害になりかけていた側の人なんですよね。自分が知らないうちにソフト老害になっていたっていう、その経験を振り返りながら、老害ってどういう意識で老害になってしまうのかとか、どうして自分では老害になっていることに気づけないのかとか、そういう話を内側の立場から話してるんですよね。で、普通、老害っていう言葉は下の世代が上の世代に対して、あの人って老害じゃないとかっていう感じで使うイメージがあるんですね。つまり、外側から使うイメージがあるんですよ。老害の人たち本人が使うイメージはないんですよね。でも、この本では、老害になっていたっていうご自身が、その老害をその内側から説明しているっていう、ここがちょっと新しくて、そこが面白いと感じたので、皆さんにも紹介したいっていうふうに思いました。でですね、この著者、鈴木おさむさんによると、老害って呼ばれる人には2種類いるそうなんですね。2種類あるそうなんです。1つ目が悪質な老害って呼ばれる人ですね。で、もう一つがソフト老害って呼ばれる人なんですよね。で、まず悪質な老害って何かというと、60代から70代くらいの人たちのことで、自分の意見や時代に合っていない考えをご利押ししてしまう人たちのことを言います。一方で、ソフト老害はどういう人かっていうと、このご利押し型の老害っていうのを支えてしまう人たちのことを指すそうです。つまり、直接ご利押しをするわけではないんですが、その行動を結果的に助長してしまう人たちのことを言うんですよね。で、この本によると、早ければ40代ぐらいから、で、50代ぐらいまでの人たちが、このソフト老害に当たるっていうふうに言われてますね。で、今日のキーワードは、ご利押しですね。皆さん聞いたことはありますか？ご利押しっていうのは、自分の意見とか計画とか、そういったものを強引に力ずくで推し進めることを指します。言葉の響きからもわかるように、かなりね、ネガティブなニュアンスを持っていますね。例えば、部長のご利押しであの計画通っちゃったよとか、そんな感じで使いますね。これは誰も賛成していないのに強引に通してしまったっていうような、そんな意味ですね。この言葉には相手の立場とか状況を考えずに自分の権力とか地位っていうのを使ってしまって、それで物事を進めてしまうっていうような非難の気持ちが込められていますね。で、似た言葉にグイグイっていう言葉があるんですが、これは中立的で、ポジティブな意味で使うことも結構あります。例えば、営業なんやからグイグイ行ってこいよとか、そんな感じで、要は積極的に行ってこいよっていうような、そういう意味合いですね。積極さを示す言葉としてグイグイっていう言葉があります。ご利押しは強引で否定的な
意味合いがありますが、ぐいぐいは中立的か、もしくは状況によっては積極性っていうポジティブな意味合いがありますね。ではちょっと5分を過ぎてしまったので、ここまでにして後半の方でですね、ソフト老害がなぜ生まれるのか、その背景をもうちょっと詳しく深掘りしていきたいと思います。私はここが一番面白いって思っています。ではまた次お会いしましょう。バイバイ。